ここは人口世界一、約15億人が暮らす国、インド。YouTuber たちもまた様々な視点で発信している国。この国を旅をしている時に、夫であるインド人と出会い、結婚をし、現在は日本で約9年、毎日のようにインドご飯を作り続けています。第1回から第4回まで続いたインド帰省動画も、いよいよ第5回で終幕。ロング動画はこれがラストです。1年分のスパイスなどの買い出しから、帰国後の開封シーン、さらに現地で見つけたキッチンアイテムまで盛りだくさんでお届けします。値段もリアルにご紹介するので、よかったら最後まで楽しんでいってくださいね。では、早速見ていきましょう。まずはこれが日本で事前に準備したスパイスリスト。もうボロボロでお見せするのは少し恥ずかしいのですが、家にあるストックを確認しながら、今年1年どれくらい必要かを2人であれこれ話しながら作成します。こちらは夫の実家の村にあるお店です。現地の友達や家族も昔から通っているお店で、品質も賞味期限も安心。いつもお世話になっています。お店にはオーナーさんと従業員が2人。息の合った連携プレーで、店内にないものは奥の倉庫から在庫を引っ張り出してきます。今詰めてるのはシナモン。現地で買うとこんなに大きいんです。ワイルドですよね。よく日本のスーパーで見かけるあのくるっとしたおしゃれな見た目のシナモンは、今のところインドで見かけたことがないんですよね。重さを測って注文したグラムになるように手でバキッと折って調整します。オーナーさんが書いているのは手書きのレシート。手書きに驚きってところももちろんなんですが、このインドのペンは先が細くてとても書きやすいんです。だから昔はよくお土産に買ってきていました。そしてこの青色にも驚きポイントがあります。昔からインドでは役所などの公式な書類には黒ではなく青のペンを使うことが多いそうなんです。その理由はオリジナルとコピーを区別するためとのこと。日本に夫が来た当初も公式書類に青ペンで書こうとしていたので、ちょっと待ってとなったのを今でもよく覚えています。続いてこちらはコリアンダーホール。普段あまりカレー作りに使わないのですが、さらなる美味しいフィッシュカレー作りのために新鮮なコリアンダーホールが欲しくなりました。こちらはライスフレーク。あまり食欲がない時や休日のランチ用に2、3ヶ月で食べきれる量だけ購入することにしました。初めてのお店に行くと、私のような外国人は高い値段を言われてしまうことがあり、値段交渉でぐったりしてしまう時もあります。なので、現地の値段を知っている夫がいるのは、やはり心強いですね。とは言っても、インド人同士でも時には高い値段を言われることもあるそうですよ。購入したものの詳細は、開封時にご説明しようと思いますので、早く見たい方は概要欄の目次から先に進んでくださいね。あとは、アルミ製の鍋とその蓋、そしてお家でもお店でもみんなが使っているのを見て、私も欲しいと思った生姜用のおろし金も購入しました。これで夫の地元に別れを告げ、いろいろな感情を抱えながら列車でデリーへ向かいます。私がインド人の夫に出会った14年前、デリーから夫の実家のある村へは、寝台列車で一晩かけて10時間以上の長旅でした。ところが現在は、路線が延伸整備され、高速列車も運行するようになり、約8時間で行けるようになったんです。毎回、この車窓の景色を眺めていると、故郷を離れて日本へ帰る夫はいつもより寡黙になります。その姿を見ていると、言葉にできない感情がこみ上げてくるんですよね。すみません、ちょっとしんみりしてしまいましたので、少しだけ列車の中で提供される車内食を見ていってください。飲み物には必ずと言っていいほどチャイがついてくるんですよね。コーンフレークのお供のミルクもなぜかあったかくて、でも一度加熱されている安心感があり素直にいただけました。列車のチケットを取るときに、車内食もベジかノンベジかも選べるようになっています。今回はノンベジを選び、下にグリーンピースがたくさん敷かれたオムレツをいただきました。
デリーのニザムディ駅に夜の11時頃到着。ここからホテルまでの道のりも今やウーバータクシーがあるので、しつこい客引きとのやりとりもなくタクシーを拾えるので本当便利になりました。そして夕方になり涼しくなり始めると、まるで合図でもあったかのようにインド人たちは一斉に活動を始めます。なのでこんなに夜遅くても道は大混雑です。一晩明けてこの日は雨です。さすが雨季。幸いニュースに出るような洪水などなく過ごせてよかったですが、それでも雨は行動力を鈍らせます。そんな中、路上の屋台は大きなパラソルの下、準備を始めていますね。今日は夫の地元では手に入らなかったターリーのコッパーのプレートを探しに行きます。ここはパハールガンジのメインストリートからちょっと行ったところにあるステンレスの食器屋さん。ステンレスのコップなど所狭しといろいろ並んでいます。お目当てのコッパーのターリープレート。今はボールもコッパーにしようかステンレスにしようか悩み中です。コッパーは変色するそうなのでステンレスにしようかな。詳しくは後ほどお見せしますね。あとは快適な空の旅を楽しみ、ついに日本に到着です。帰宅してすっかり疲れていたのか、気づけばお昼寝していました。やっぱり長旅は答えるお年頃になってきたなぁなんて思いつつ、スーツケースを開けたらスイッチが入ってしまい、早速買ってきたスパイスを片付け始めました。その勢いで録画もスタート。夕方の撮影で映像がちょっと暗く、色合いも少し変ですがご容赦くださいね。まずはスーツケースからすべて出します。購入したものには、買った年と月を記入しておくのがマイスタイルです。なぜかというと、去年買ってまだ残っているスパイスがあるので、補充するときに一目でどちらから使うかわかるよう、パッケージにマジックで大きく書いておくと便利なんです。もちろんパッケージには賞味期限が記載されていますが、毎回どこに書いてあるか探すのは手間ですし、私は多少期限を過ぎても使えるものは最後まで使い切りたいと思っているので、購入年月でざっくりと管理しています。ちなみに、どの商品もパッケージに賞味期限と価格がちゃんと記載されていて、左から値段50ルピー、製造日2025年4月、ロットナンバー127、賞味期限2026年3月。そして下がグラム単位の価格で1グラム1ルピーとなっています。インドに行った時は、まずパッケージを見て賞味期限と値段を確認してくださいね。ここに書いてある値段でない値段を言われたら、ここにいくらって書いてあるよって言えば、ぼったくられません。量り売りで購入してきたホールスパイスは、買ってきたままの袋だと密封されていないので、袋を二重、三重にしてから、湿気にやられないように最終的にジップロックに入れます。これらをボックスに収納してキッチンの上の棚に保管していますが、幸いこれまでしけたりカビたりしたことはありません。袋入りのパウダースパイスは、同じ大きさで分けて平らにしてから、ボックスに立てて収納しています。そして、スパイスの中でもカスリメティは特に湿気やすい気がするので、長持ちするようにジップロックで二重にして保管しています。さあ、お待たせいたしました。ここからは、今回購入してきたスパイスやスナックを、価格と合わせて一挙にご紹介していきます。これからご紹介する価格は、2025年9月時点のものです。日本円価格も同時点の為替で計算していますので、あらかじめご了承くださいね。まず最初は、レッドチリパウダー。500g パックを2袋購入。1袋170ルピー、日本円で約285円です。見た目のごとく、インドカレーの辛さの素。青唐辛子だけでも十分な辛さにできますが、やはりこの鮮やかな色がインドカレーをより美味しく見せてくれる必須アイテムです。続いて、コリアンダーパウダー。500g パックを4袋購入。1袋153ルピー、日本円で約256円。普段のインドご飯作りで一番たくさん量を使うのがこのコリアンダーパウダーです。今のところ、コリアンダーパウダーに関してはブランドには特にこだわりはないので、友人も使っていて美味しいというダベマサラというブランドのものを購入しました。こちらはカシミールチリパウダー。
50g パックを2箱購入。1箱52ルピー、日本円で約87円。以前はデギーミルチを購入していましたが、今回は在庫がなかったため、同じ用途で使えるカシミールチリを選びました。辛さもありますが、どちらかというと色付け用に使うために買っています。ブラックソルト。50g パックを4袋購入。1袋5ルピー、日本円で約8円です。硫黄のような独特の香りのお塩です。カットしたキュウリなどの野菜に振りかけて食べたり、豆のカレーやチャートを作る際、美味しくなる隠し味的な調味料で、我が家では欠かせないスパイスです。続いて、グリーンカルダモン。100g 購入。100g390 ルピー、日本円で約653円。グリーンカルダモンは、インドで買っても、スパイスの中では割かし高い方なんですよね。爽やかでやや甘い香りで、私はカレーより、インドのスイーツやチャイ作りによく使います。お次は、ベイリーフ。200g 購入。200g で60ルピー、日本円で約100円です。こんなこと言ったら怒られそうですが、正直、ベイリーフをカレーに入れた時と入れない時の風味の違いは、私にはあまりわかりません。ですが、インドの家族や友人は大体カレーに使っているので、私もとりあえず入れとこうって感じのスパイスです。続いて、ライスフレーク。500g 購入しました。500g30 ルピー、日本円で約50円。とってもお安い食材ですよね。500g あれば何回ポハ作れることでしょう。こちらは、ギー。1kg を2缶購入。1缶640ルピー、日本円で約1070円です。インドで買っても高い部類の食材ですが、日本で買うともっと高いのでインドに来たら必ず購入します。個人使用であれば日本への持ち込みは 10kg まで OK って確認してるんですが、スーツケースの重さもあるので、もう1缶買いたいけど我慢。なので、この2缶を上手に節約しながら使おうと思っています。マスタードシードは 100g パックを2袋購入。1袋25ルピー、日本円で約42円。アチャールをつけたり、ベジカレーに使ったり、サモサの中身に使ったり。油で弾けるとシャープな香りがたまらないスパイスです。シナモンは 150g 購入。150g で90ルピー、日本円で約150円。シナモンはチキンカレーなどのお肉のカレーにも使いますが、ダルマカニなど豆を茹でるときに一緒に入れるとエキゾチックな風味が出るので、こちらもマストバイです。次はチャートマサラ。50g パックを4箱購入。1箱44ルピー、日本円で約74円。こちらもブラックソルトとともにカット野菜にそのまま振りかけて食べたり、じゃがいもやひよこ豆を使って作るパニプリの具に加えると、ほんのり酸味が出て本場の味に近づきます。このエベレストもインドを代表する大手のスパイスメーカーでとても有名なスパイスブランドです。続いて、ビリヤニ、プラオマサラを 50g パック、1箱購入。1箱50ルピー、日本円で約84円。久々に帰ったらビリヤニを作ろうかと購入。なくてもいいかなと思ったんですが、せっかくの本場に来ているのでなんとなくやはり買いたくなります。マトンマサラは 50g パックを1箱購入。1箱45ルピー、日本円で約76円です。家にまだマトンマサラの残りがあるので、1箱だけ追加しました。マトンカレーはガラムマサラだけだとどこか物足りなく、やっぱりマトンマサラがあると味が決まるんですよね。この大量なのはクミンシード。1kg 購入。1kg で350ルピー、日本円で約585円。いやー、インドで買うと安い。日本で買うと同じ量でも約3倍はしますよね。ベジカレーにもお肉のカレーにもよく使うのでたっぷり買います。この量でも1年持つかどうかといった感じです。こちらはアムチュールパウダー。200g パックを1袋購入。1袋71ルピー、日本円で約117円。ドライマンゴーパウダーのことです。うちのインド人夫はダールを作るとき、ほぼ毎回アムチュール入れてというので、常備スパイスの一つになっています。
続いて、ナツメグ。100g 購入。100g110 ルピー、日本円で約184円。インド規制スペシャル2の、カッカジュのチキンカレーレシピの動画を見てくださった方は、言わずもがな。日本でもカッカジュのレシピに挑戦したいので、今回初めて購入しました。使うのがとっても楽しみです。シャヒジーラは 100g 購入。100g80 ルピー、日本円で約134円。こちらもナツメグと同様の理由で購入しました。家にあるスパイスの種類が増えるので、スパイス瓶も新調しようと思います。次は、ターメリックパウダー。500g パックを1袋購入。1袋174ルピー、日本円で約291円。なかなか終わらなかった前回のターメリックパウダーが、この規制前にちょうど終わったので、500g パックを購入。内心、量が多すぎたかなぁと半信半疑です。購入したスパイスの紹介はこれで最後、カスリメティです。50g パックを3袋購入。1袋50ルピー、日本円で約84円。私の大好きなスパイスの一つです。そして、このゴルディというブランドのカスリメティが一番好き。香りがとにかく良くて、チキンカレーもチキンティッカもダールもこれを入れるとほんと美味しくなるんですもん。まだ使ったことがない方は、ぜひお試しいただきたいです。いやー、いつになく長い動画になっていますが、お付き合いくださっている方、ありがとうございます。スナックはサクッとご紹介しようと思います。スナックと言っておいて最初にお米が出てきていますが、このバスマティライス 500g で約135円なんです。とてもお安い。帰ってきてから値段をちゃんと見たので、もっと買ってきたらよかったですよね。あとはいつも発音に困るパーパル。おつまみやお客様が来た時のターリー用に使います。そしてこちらはブンディ。以前動画でも作っていますが、すぐ食べられるように既製品を。このパックの中にライター用のマサラも同梱されているので便利ですよ。あとはソヤチャンクといって、大豆から作られたインド版の大豆ミート。水で戻すとお肉みたいな食感になります。続いて、通称ナムキーンって呼ばれる揚げスナック類。このハルディラムってブランドは日本でもよく見かけませんか？インドでも信頼のある有名なメーカーなので、インドで小腹が減った時に商店に行ってお菓子を買うなら、ハルディラムを買っておけばほぼ間違いないと思いますよ。あとはこういう手作りのスナックも買いました。100% エッグレスと書かれていて、ベジタリアンの多いインドならではです。このお店はピュアベジタリアンですが、クッキーもとても美味しいんです。よくある海外っぽくて苦手な味ってあると思うのですが、こちらのお店は繊細な味で、日本人の方にも好評です。デリーにあるのですが、もしお店の情報が知りたい方がいらっしゃいましたら、コメントくださればお教えしますね。あとは大量のマギーと、アチャール作りのために購入したマスタードオイル。そして、夫のお姉さんが作った手作りパーパル。タピオカでできたサブダナパーパルに、じゃがいものアルーパーパル。こちらはじゃがいもをスライスして塩水につけてから天日干ししたポテトチップスの素。油で揚げて食べます。さあ、これでいよいよラストです。キッチンツール好きな方も多いですよね。最後に購入してきたインドのキッチンツールをご紹介します。こちらが選んだコッパー素材でできたターリープレート。コッパーは少しお高く490ルピー、日本円で818円でした。そして、よく考えた挙句、カレーやライターをよそるボールは使用頻度が高いので、ステンレス製のものにしました。ボールは1つ60ルピーで、日本円で約100円です。そして、ずっと欲しかったチャパティをこねる入れ物、バルタン。どうしても、真ん中にお花のマークがないシンプルなバルタンが欲しかったんですが、ちょうど良いサイズではシンプルなものがなく、仕方なくこちらを連れて帰ってきました。インドでチャパティの作り方を再度伝授してもらったので、チャパティ作りに対するモチベーションが高かったんですよね。なので、生地を伸ばす綿棒も購入してきました。こちらは50ルピー、日本円で84円です。
こちらのカレーをよそる入れ物は完全に動画用です。いかに美味しく見せれるか、これからも追求していくので見守っていてくださいね。そして、各家樹も使用していたアルミ製の鍋。アルミなので、とっても軽いんです。帰ってきてほぼ毎日のように使ってるんですが、深さもあるので油飛びが軽減しました。ほんと軽いしガシガシ洗えるので、すごく使い勝手がいいです。蓋はこの謎の数字が気になって新しいのちょうだいって言っていたんですが、この鍋に合うサイズの蓋はこれしかなかったので、傷だらけでどことなく新品には見えませんが、やむなくこちらに。お鍋は約590円で蓋は200円。そしてこの鍋の取っ手は166円です。そして、いつかこのツヤツヤなステンレスでなく、艶消しのインドのお弁当箱、てっぺんを作りたくて、参考のために購入してきました。他にも2段や4段、留め具が違った色々なてっぺんがある中、この全体が丸みを帯びた3段がサネのてっぺんをチョイスしました。チャパティにカレーにサラダを入れて、動画でもお披露目できたらと思っています。こちらで最後。なんだかんだ、購入したキッチンツールの中で一番満足度の高い、おろし金。思った以上にシャカシャカ生姜が擦れて、すごく良いんです。40ルピーで66円。チーズもシャカシャカ削れますし、お値段以上のクオリティです。ということで、今回はインドで購入してきた、スパイスやキッチンツールをご紹介しました。どれもインドご飯がもっと楽しくなるアイテムばかりです。これからの動画でも、今回紹介したアイテムがどんどん登場するのでお楽しみにしていてくださいね。このチャンネル史上最長の動画、最後までご視聴くださった方、本当にありがとうございました。次回は久々のレシピ動画。何を作ろうかな。では、フィルミレンゲージ。प्यारी तू मेरी रानी साथ हो करे पूरी अरमान